不思議なメルモ。世界初の性教育を目的とするアニメとして宣伝されてましたね。今日ぜひ紹介したのはですね、第2話ブラコどこへ行くって回です。初めて見た時からですね、とにかく3秒ごとにですね、ツッコミが止まらずですね、ラストまで笑い転げた作品なんですけれども、もうね、冒頭からですね、もともとはお母さんと娘の話で、お母さんがなんかこう話しててタイトルが出てきてですね、いきなりカメラがですね、誰の視点かわからないブラコになって、で視聴者に語りかけるんですね。なんでブラコがこうなってしまったか、雪国に住んでるのかということで、もうこの段階で構成ぐちゃぐちゃなんですよ。こんばんは、岡田敏夫ゼミです。ゼミ生の皆さんどうも、今日は5月30日ですね。5月最後のゼミになります。どうもどうも、ネクタイがちょっと歪んでた。お茶をついでなかったので、まずお茶からつきますね。いやー、だらだらと始めようかなと思うんですけども。やっぱりね、先々週1週間休んだんで、今週も元気いっぱいですよ。いやー、たまに休むといいよね。はい、気がついた方がいるように、マクベの壺を後ろにちょっと今日置いてみましたですね。今日のですね、無料枠はちょっと雑談しながらです。やろうと思います。というのはですね、ガンダム講座、今日ですね、全部限定で生配信してですね、無料へのガンダム講座の切り出しは6月7日の月曜日から、毎週月曜に配信するので、お楽しみにしてくださいということですね。今日無料の方ですね、最初、30分か40分ぐらいかな、雑談になります。チャージマン兼のマグカップ今使ってるんですけどもですね、チャージマン兼のですね、ブルーレイがですね、6月に発売されるんですけども、チャージマン兼皆さんご存知ですよねって言ってもね、無理かな、知らないかな。アニメ界の黒歴史と言っても過言ではない、とんでもないアニメで、これチャージマン兼なんですけども、2019年にはミュージカル演劇として舞台化までされたんですよ。この舞台の方のブルーレイももちろん、ブルーレイかな DVD かなもちろん僕持ってます。どんなのか、チャージマン兼がどんなアニメか知りたい人はですね、ネットで検索してください。検索キーワードは、チャージマン兼と、あと怒り神道ですね。この2つでね、検索するとですね、もう本当に5、6年前になるのかな、怒り神道で紹介された時のチャージマン兼のですね、動画が出てくるんですが、あれが一番ね、優秀なまとめだと思いますんでですね、それを見てみてください。作品内容ですね、時は2074年ですね。だからアニメの放映からですね、100年後の世界書いてるんですけども、科学が発達した未来都市に地球侵略を目論むジュラル星人が攻めてきた。これですね。ジュラル星人が攻めてきた。これ何かというと、チャージマンの、ブルーレイをですね、応援するですね、なんだろうな、応援企画があったんですね。で、それに僕応募したんで、記念品で送られてきたやつなんですけども、ジュラル星人が攻めてきた。ごく普通の少年でありながら、ひとたび変装コスチュームを身につけると、一瞬のうちに超人的能力を発揮できるようになる主人公、泉健。地球侵略を目論むジュラル星人から地球を守るため、少年ケンはチャージマンに変身し、今日も戦うっていうですね、アニメなんですけど、変装コスチュームっていうのは何かっていうと、アニメ内でですね、ねえ、ケン君、チャージマンに変装してくれよってですね、友達、実はそれジュラル星人が化けてるんですけど、に絡まれるシーンがあってですね、そこら辺からだと思うんですけど、とにかく言葉の使い方とか設定がいちいちですね、ちょっと異常なので、見どころいっぱいですね。星くんですね。ありがとうございます。そんなしょうもないこと知っても何の自慢にもならないんですけれども、恥を忍んでですね、コメント書いてくれてありがとうございます。で、ここまでですね、そのチャージマン兼がですね、本当にアニメ界の黒歴史なんですけども、舞台化までされてですね、でもブルーレイまでなる理由っていうのは、実はたった一人のですね、マニアのですね、人知れない努力のおかげでしたと。で、それを、マニアの名前はですね、ミンダナオというふうに言います。漫画家でゲームデザインでですね、僕の学生時代からの友人なんですけれどもですね、彼はですね、はるか前ですね、2000年代に入る頃からかな、チャージマン兼、チャーケンですね。チャーケンのですね、普及を個人的に進めてたんです。
個人的にってのはどういうことかっていうと、違法で怒られるの覚悟で映像をアップロードしてたんですね、チャージマン県の。すごいですよ。そこそこ単行本も出てる漫画家なのにですね、偽名を使いながらでもですね、違法アップロードを繰り返してたんですよね。で、ニコニコ動画や YouTube でですね、見つかって消されるたびにですね、ほとぼりが冷めるのを待って、またもや動画をアップするっていうですね、人知れない努力をずーっと続けたんですね。で、その動画もですね、次々とそのみななおくんがですね、手に入る限りの品質がいいようなものに切り替えてですね、なんか最終的にはですね、レーザーディスクがあったっていう噂があるんですけど、僕も知らないんですよ。なんかすごいいい状態のものをみんな見つけて、ついにそれがアップするようになったっていう。で、一人でも多くの人がですね、チャーケンの魅力にはまるように努めたと。で、もちろん彼はですね、いや、こんな違法アップロードが良くないことは知ってるんだけども、俺がやらないと誰もチャージマン県のことは忘れてしまうと言ってですね、僕すごいなと思ったんですけど、で、現在ですね、ネット上に溢れている、ニコニコ動画を含めてですね、チャージマン県の動画のですね、すべての大元はですね、みんなのその人知れない努力のおかげなんですね。1970年代のアニメにはですね、このようなですね、チャーケン動画のようにですね、まだまだですね、人知れない恐ろしい作品が隠れてると思います。皆様発見して楽しんでください。僕もみんなくんほどじゃないんですけども、今日はですね、一本ですね、雑談として頭のおかしいですね、作品を紹介したいと思います。よいしょ。あら、離れない。その名はですね、不思議なメルモですね。ご存知の方いらっしゃいますかね。これが一応公式ビジュアルってことになってるんですけど、1971年に手塚プロダクションが制作したテレビシリーズアニメです。全26話ですね。オープニングはですね、この主人公のメルモがですね、次々と変身するですね、ワンカット撮影なんですよ。アニメーションでワンカット撮影だから別に大変なことじゃないだろうって思うかもしれませんけども、アニメーションって結構撮影ミスがあるんですね。そうすると、そのカットごと撮り直しになるんですけども、メルモのオープニングってワンカット撮影だからどっか一箇所ミスしたら頭から撮影やり直しなんですね。フィルム時代だからデジタルで繋いだりできないんですよね。そういうです。で、ラストですね、メルモの笑顔にカメラがガーッと寄るんですけどもですね、その寄りも作画なんですよ。作画で寄っていくからですね、メルモのほっぺたの輪郭が微妙に変わりながらもですね、メルモの顔を保っているというですね、本当にうまい時代のアニメーターというのは何でもやるなって思うんですけども、ちょっとね、頭がどうかしてるようなすごい作画のオープニングです。主人公のメルモはですね、小学校3年生の少女ですね、この女の子。で、交通事故で死んだですね、母親の願いで神様からミラクルキャンディーを与えられる。青いキャンディーは10歳年を取って赤いキャンディーはですね、10歳若返るですね。10歳以下の子供にですね、赤いキャンディーを飲ませるとどうなるのかというとですね、受精した状態の卵子にまで戻ってしまうというですね、世界初の性教育を目的とするアニメとして宣伝されてましたね。これ第1話の変身シーンですね。自分の家のベランダで10歳年を取るシーンなんですけども、かなりちょっとエロい感じがします。現在はですね、手塚プロの公式 YouTube でも見られるし、あとUnext とかですね、あとバンダイチャンネルとかでも見られますね。パイロット版をそのままオンエアしたので、この第1話だけ作画がめちゃくちゃ複雑なんですよ。このメルモが変身するときのエフェクトとかもですね、全部手書きでディズニーみたいに動くんですね。しかしですね、今日ぜひ紹介したのはですね、第2話、ブラコどこへ行くって回です。初めて見た時からですね、とにかく3秒ごとにですね、突っ込みが止まらずですね、ラストまで笑い転げた作品なんですけれどもですね、一番最初ですね、冒頭ですね、お母さんと女の子のですね、会話から始まるんですね。で、恋人ってどうやって見つけるの？それはね、大きくなれば自然にね、じゃあ私、パパがいい。パパを恋人にする。パパはね、恋人にならないのよ。どうしてダメなの？わかった。じゃあお兄ちゃんを恋人にする。お兄ちゃんもダメなの。で、なんでなの？教えてママ。じゃあこんな話をしてあげましょうって言って、タイトル、ブラコどこへ行くっていうですね、象の話が始まるんですよ。で、これでこれがブラコです。人間ならちょうど花も恥じらう15歳。なぜブラコがこんな雪国に住んでいるのか、その訳を知りたくありませんかっていうナレーションなんですけども、
もうね、冒頭からですね、もともとはお母さんと娘の話で、お母さんがなんかこう話しててタイトルが出てきてですね、いきなりカメラがですね、誰の視点かわからないブラックになって、で、視聴者に語りかけるんですね。なんでブラックがこうなってしまったか、雪国に住んでるのかってことで、もうこの段階で構成ぐちゃぐちゃなんですよ。で、構成ぐちゃぐちゃで、皆さん知りたくありませんかって言ったらですね、次がですね、いきなり動物園でですね、遊ぶ、メルモとメルモの弟ですね、意地悪なカバにキャンディーを投げたりしてですね、子供にしたりですね、まあ、謎の行動をとります。で、動物園で遊んでるメルモがですね、象はいるけど小象はいない。ね、飼育員のおじさん、小象はどこにいるのって聞くとですね、小象かそういえばブラッコはこの動物園で生まれたんじゃったな。今でもよく覚えてるよと言って回想シーンに入っちゃうんですけども、ここまででですね、すでにどういうことになってるのかっていうと、ブラコどこへ行くのですね、冒頭2分で大混乱ですね。まず、冒頭、母親と娘の会話、立場不明のナレーション、いきなり登場するメルモで遊んでたらですね、飼育員のおっさんのですね、回想開始っていうふうなことでですね、もうお話の構造がめちゃくちゃなんですね。こんなことするんだったらメルモからも話し始めていいんですよ。で、なんでかこれわかんないですけど、ひょっとしたら尺稼ぎかなんか、いわゆる予定していた放送時間、本来だったらこれ15分ぐらいのアニメとして作ってたのをですね、その30分枠で放送しろというふうに言われたのかもわからないし、で、結果、そういう、なんか尺伸ばしがあったのかもわかんないし、またはもう本当に構成がちょっと、崩れてるのかもわかんないですけど、まあ、構造がむちゃくちゃなんですね。で、さっきのおじいさんが説明するにはですね、ブラコは生まれてすぐ、このおじいさんの説明ですね、すぐ重い病気になったと。で、善蔵じいさんという、善蔵さんというですね、仙台の飼育員が引き取って、雪国の自分の田舎で、育てていたと、世話をしていたと。で、ついに病気が治って元気になったと。よかったわって言ったらですね、しかし最近になって、また善蔵じいさんから手紙が来たんじゃよってこのおじいさん語るわけですね。また調子が悪くなった、心配だっていうふうにこう言うんですね。するとメルマが行こうって言うんですけど、で、田舎には汽車で行かなきゃいけないんだよ。子供には無理じゃよっていうふうにじいさんが言うとですね、メルモがですね、子供には無理でも大人ならいけるんでしょっていう謎のカメラ目線でですね、ちょっとこう、お色気アピールしてですね。で、次汽車のカットに移るんですね。で、汽車の機関車のですね、車輪がアップになるんですけども、やっぱね、こういうところ僕ね、気がついちゃうとこだわっちゃうんですけど、機関車って、ピストンから出てくるこのロッド、棒がですね、この車輪をこうぐる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 回すから、本当言えばこの軸受けの部分がいつも同じ場所になきゃいけないはずなんですね。しかしこの3コマ目を見てもらったらわかる通り、軸受けがですね、中心に移動しちゃってると。本来はこの周りをこうぐるぐる回らないと動力が伝わらないんですけども、やたらね、作画が凝ってる割に、多分撮影とかの段階で気が回ってないんでしょうね。手塚プロダクションですね、虫プロがですね、倒産してから、ようやっと手塚治虫のですね、アニメーションを作るというですね、コンセプトで立ち上げられた手塚プロダクション、1971年の作品なんでですね、なんか張り切りすぎてですね、時々こういうですね、なんでしょうね、踏み違いみたいなものをやっちゃうんですね。で、田舎に行ってですね、メルモが、さて、ブラックに会いに行こうと。まあ、田舎には遠いから汽車で行かなきゃいけない。子供には無理じゃよって言われたら、子供にはダメでも大人ならって言って、大人に変身してくるんですけども、じいさんが言ったのは多分、金がないとかですね、なんかそういうふうな意味だと思うんですけど、ただ単に本当に大人になっただけで来ちゃうんですよね。で、薬を飲むと。で、そうすると、小さくなってですね、なんでここに変身シーン入れるのかですね、全くもう意味ないんですね。別に田舎にも子供で行きゃいいし、別に大人のままですね、飼育員のところ行ってもいいですから、もうここら辺は変身するためにわざわざこういうシーン入れてるとしか思えないです。で、善蔵さんのですね、山の向こうのお家にですね、パンチラしながらダッシュします。パンチラダッシュするんですけど、しかしブラコはですね、ぐったり元気がないですね。元気ないんですよ。で、そこでですね、善蔵さんがなんで元気がないのか説明してくれます。善蔵さん、座りながら説明してくれます。メルモはその隣に座るんですけども、やっぱ見てほしいのは善蔵さん、右手をついて座るんですね。
体重を右手にかけて座ると。そうするとメルモが隣に座るシーンで禅道さんがその、体重支えた右手をゆっくり元へ戻すんですけども、これアクションカットって言ってですね、人間の一連の動きを2つのカットの中でつなげて書く手法でですね、まあ本当にアニメーターのですね、力量が試されるところなんですけど、それをなんでこんなしょうもない座るだけのシーンでやってんのかですね。もうさっきの機関車のピストンといい作画の無駄遣いなんですね。で、この禅道じいさんが説明するには、なんでブラコは元気がないのかと。ブラコは思春期でオスが恋しいんじゃよってですね、身も蓋もない説明ですね。そうするとですね、おじいさんの横にですね、このロリコン座りしたメルモがですね、おじさん思春期って何？どうしてオスが恋しくなるの？っていうふうにですね、もうパンチラをしながらですね、ポーズを取るわけです。で、禅道おじいさんのですね、思春期の説明ですね。子供のうちは、男の子も女の子もそんなに差がないんじゃが、思春期を迎えると男の子は肩幅が広がって男らしくなり、女の子は体を丸みを帯びて女らしくなるんだ。で、それが青年になるとっていうのを見せるわけです。もうさすが性教育アニメですね。で、それがですね、中年になると、だんだん体型が似てきて、初老になると似てきて、じいさんばあさんになるとまた見分けがつかなくなる。つまり思春期から大人の間に、その男と女っていうのは差が発生するんじゃよというふうなことを禅道じいさんが教えてくれる。見事な説明なわけです。で、ブラコはですね、雪国にいながらですね、アフリカに帰りたいわけですね。オスが欲しいというふうに禅道じいさんは説明しています。オスがいっぱいいるアフリカに返したいけど金がないんだと言うとですね、メルモはですね、大丈夫よとまた例のカメラ目線で言います。そしたらですね、いきなりですね、この行列の中にメルモが立ってるんです。これ何かというと、スチュアーデスの面接なんですね。スチュアーデスの採用面接で、あらあなたって言われたらですね、いけないと子供のままだったわということでですね、こっそりですね、別室の方にですね、メルモは離れていきます。で、ここでまたお約束のですね、意味のないですね、変身シーンですね、いけないって言って、青いキャンディーを飲んで、で、体がですね、こう、どんどんこの服のまま一回大きくなって、すっぽんぽんになって、それから着替えて、こう、秘書の面接に来ると。で、ドアを開けた瞬間にですね、面接のおじさんたちが採用しますっていうふうにですね、こう叫ぶわけです。これ何かっていうと、昔のアメリカのですね、一コマ漫画でですね、アメリカの一コマ漫画のギャグ漫画の中でですね、なんとかものっていうのがあるんですよね。例えば夫が家に帰ってきた奥さんがドアを開けてくれない。じゃあ、どんな一言書けるのかっていうですね、いわゆるその写真を見て一言みたいなもんで、一コマ漫画にどんなセリフをつけるのかっていうですね、ギャグのですね、大喜利みたいなのがアメリカですごい流行ったことがあったんですけど、その中の一つにですね、面接ものっていうのがあるんですね。秘書の面接ものというんですか。秘書の面接来た時に何と答えるか、秘書が何と言うのかっていうのをですね、お互い漫画家同士がアイデアを競ったんですけど、これはその中のすごく有名なやつですね。美人でグラマーな秘書希望の女の子が入ってきた瞬間に採用ですって叫ぶというギャグがあったんですね。でそのアメリカのですね、一コマ漫画を昔 SF 作家のですね、星新一がですね、これは面白いと言ってですね、自分の著作の中でいっぱい紹介したんですね。そうするとですね、同じ SF 作家クラブのですね、手塚さんもそれを覚えていて、わざわざ自分のアニメの中でですね、パロディをやったということなんでしょうけども、すいません。で、合格してですね、ちゃっかりスチュアーデスになってですね、テヘペロというふうにやってるところですね。で、この後ですね、ブラコはですね、アフリカに運ばれるんですよ。メルモンによって。で、どうやって運ぶのかっていうと、ブラコにですね、赤いキャンディー飲ませて、受精状態の卵子にまで戻して、それを水筒の水の中に入れて、で、後でまた水筒の水の中に青いキャンディー入れたら、元に戻るんですけどもですね、それをアフリカ持っていくと。でも飛行機の中でもあれこれあるんですけども、あれこれもね、細かいギャグがいっぱいあるんですけども、アフリカの空港に着くとですね、目の前に、上に提灯をつけた普通のタクシーが止まってましてですね、アフリカの空港の
前に提灯つけたタクシーが止まってて、タクシーと言ってそれに乗ってですね、象のいるところまで連れてってって言うと、象のいるところまでアスファルト舗装されてる道をですね、タクシーがバーッと走って、この辺でいいかしらっていう、まあまあそういうギャグじゃない部分の方がやっぱね、メルもね、狂ってて面白いんですよね。で、象のところに行ったらですね、象の若いオスの象の軍団がいてですね、イケメンの象がいるわけですね。こう下のまつげがこう長いイケメンの象がいて、結局メルモはそこでですね、恥ずかしい思いをさせられて、なんとかな、歪曲表現で書いてるんですけども、これすっぱだかにひんまくられて、もてあそばれてるっていう意味だよねっていうようなですね、その表現がしばらく続いてですね、で、この、なんだろうな、メルモが、象がいるところまで行って、水筒の中にキャンディー入れて、ブラコを元に戻して、で、象たちのとこ行く。で、かっこいいイケメンの象に一目惚れする。しかしイケメンの象はブラコを誘って、人気がないとこに誘ったと思ったら、なんかこう、おい、野郎ども出てきやがれって言うと、なんかこう、もさい奴が来て、ブラコ、何をするのっていうことで、ブラコが恥ずかしめられるというですね、一連ですね、10分近くあるんですけども、セリフゼロなんですよね。象たちがなんか、パオパオ言ってるだけで、セリフゼロでそんなものを10分ぐらい見せられた後に、メルモが許せないって言って、またキャンディーをポイポイ投げて、その象をですね、じいさんにしたりしてですね、まあ復讐するというですね。まあいきなり老化した象たちは牙も抜けてしまうんですね。で、ブラコは、それでも、オスの象だったらいいかと思って近寄って、イケメンの象を見るんですけど、イケメンの象がですね、もうじいさんになって足腰立たないのでですね、仕方なくしぶしぶ諦めると。あくまでオスの象が欲しくてしょうがないブラコなんですよね。で、日本に帰ってきてサーカスでですね、今度はピチピチの若いオスの象に会うんですよ。そんなイケメンじゃないんですけど、誠実そうな少年象と会ってですね、ブラコはですね、仲良くなってついにカップル成立ですね。ラストシーンはですね、サーカスでですね、象の結婚式というのがあってですね、ブラコは指輪交換ですごいでかい指輪を鼻に通されて、例のここのリボンのところですね。リボンのところにですね、指輪引っ掛けて終わりというですね。それで終わるんですけども、覚えてるでしょうか皆さん。最初のですね、母親と娘はもう出てこないんですよね。もうね、メルモの語りで終わっちゃうんですよ。これでよかったのねとかこう言って終わっちゃってですね、出てこないんですね。で、第3話がですね、ちっちゃいな王国っていうのが出てくるんですよ。まあ、中国丸出し、チャイナ丸出しなんですよ。中国これでちっちゃいな王国で出てきてですね。まあ、その国のですね、指導者、1971年ですから、明らかにこれはもう毛沢東なんですよ。指導者が出てくるんですけども、ちっちゃいな王国に行くともうその指導者のことをみんな何でも言うことを聞くんですけども、しかしこの国の国民はみんな指導者のことがあまり好きではないんだよっていうですね、なかなか攻めたアニメを作ってるんです。1971年っていうのは、ちょっと日本ではその中国の悪口を言えるような状況じゃなかったんですけどもですね。なんかやばい匂いがするんですけども、まあチャージマン剣ほど、わかりやすいですね、面白さはないんですけど、明らかにちょっと狂った匂いがするんですので、興味がある人は見てください。僕もメルモの素晴らしさをお伝えしたいためにですね、6月のですね、質問ステッカーですね、はですね、メルモのパロディにしてしまいました。不思議な年をというですね。こんなですね、ステッカーをですね、今作ってますのでですね、今月のですね、質問投稿の採用者にはこれを漏れなくお送りします。ということでですね、メルモの話はここまでなんですけど、まあ次は YouTube のから来たですね、一つ質問に答えていこうと思います。宇宙世紀なのでカタパルトが電気式になってそう。これガンダムについてですね。ガンダムのですね、大西洋地に染めてで、貝が乗るガンペリーという飛行機がですね、発射するときに、スチームカタパルトを使うという話を僕したんですけども、カタパルトっていうのはそのスチームでなくても電気式とかなんかそういう新しい方式でいいんじゃないかと。カタパルトの形式がスチーム式であるということが本当にわかる描写ありますかっていうふうに聞いて、もう同じようなですね、質問たくさんもらったんですけども、ちゃんと第7話コアファイター脱出せよの回でですね、一応僕説明してますね。アムロがですね、中央カタパルトにメインエンジンのスチームを使えばっていうふうに言ってるのでですね、自分で確認してみてください。
なんでその宇宙時代になってそういうのを使うのかっていうと、やっぱりね、まず、電気カタパルトとか電磁カタパルトっていうのは言葉で言えばそれは何とでも言えるんですけど、ところがアニメだから映像なんですよ。そうするとカタパルトが動くときに蒸気がもうもうと上がってる方が絵になるんですよね。なので絵になるので富野監督というのはそういうのを採用した。あとリアリティというのが欲しかった。でも、ゼータガンダムあたりからですね、ガンダムっていうのはリアル思考のアニメだっていうのがもう見てる人に伝わってるのでですね、別に蒸気カタパルトとかを使わなくなったんだと思います。もう一つですね、YouTube のネタを少し話しますと、5月の9日の配信からですね、切り抜き動画をですね、黙認することになりまして、僕の切り抜き動画がいっぱい出てるのを、見てくれた人もいると思いますけども、もう2週間ぐらい経つんですけども、切り抜きやってる人の中にはですね、再生数がなかなか上がんないよと苦労してる人も多いと思います。で、岡田斗司夫のね、面白さをね、紹介するという、この発想ではね、なんかこう限界があるんですね。例えば僕がアップグレード動画をですね、どういうふうに作ってるのかっていうと、例えばパターン1がですね、テレビ合わせっていうことですね。金曜ロードショーでハウルやるときはですね、その曜日に合わせてですね、過去にハウルを解説した回を上げたりしてるし、ゲド戦記が金曜ロードショーやるときにはそれに合わせたりするし、あとはね、アラジンをですね、先週ですか、金曜ロードショーがやったときにはですね、やっぱりそのアラジン配信したんですね。で、昨日もですね、フジテレビがゴジラをですね、キングオブザモンスターやったときには、ゴジラの過去に語ったやつを上げたりするですね、こういうですね、テレビに合わせるっていうことをやるんです。で、あとは事件に合わせるという方法があって、これ何かっていうと、例えば4月27日のですね、アップグレード動画ではですね、緊急事態宣言が発令されて、で、お酒とか出さないでくれということになると、こういうことを、国が国民に要求するとどういうことになっちゃうのかっていうのはアメリカの禁酒法で見たらこういうことだよっていうことで、昔話したアメリカ禁酒法時代ですね、アルカポレの時代の動画をアップグレードして配信したりですね、あとこれ予定なんですけどもですね、7月の16日にですね、任天堂のスイッチで、ゼルダの伝説、スカイウォードソードっていうのが、発売されるんですね、ゼルダでですね。で、それに多分僕はですね、昔のですね、ゼルダを語るという、動画をですね、アップグレード配信すると思います。あと今のところ7月の限定解除はブラゼルダっていうですね、ゼルダのブレスオブザワールドの世界をブラブラするっていう回があったんですけど、それをですね、限定の方も無料配信しようと思ってるんですけども、つまりこれテレビに合わせるにしても事件に合わせるにしてもそうなんですけども、世間の動きに合わせてどのような解説を欲しがっているのかを予測するんですね。自分が面白いと思った岡田斗司夫を紹介するというのは、これはもうなんか書きたい漫画を書くのと同じなんですよ。そうじゃなくて、どんな漫画をみんな見たいと思ってるのかっていうのを逆算して、それに合わせるっていうですね、マーケティング的な手法っていうのが、数字が欲しい場合は必要なんですね。別に全員これやる必要ないんですよ。ただ、切り抜き動画始めたんだけど、数字が伸びないっていうことは、つまり数字が欲しいわけですね。数字が欲しいんだったら自分がやりたいことではなくて、数字が取れそうなことをやるんですね。それはなんか逆算的に、こういうニュースが出た。じゃあ過去の岡田斗司夫の発言の中から、それに関する似てるようなものないのかと探していって、当てはめてどんどん入れていくっていうですね。なんかそういうですね、その仮説を立てて実験して、結果を見ると。で、そこでもう一回、考察して、また新しい仮説を、立ててやるっていうのを繰り返していかないとですね、なかなか、これ面白いの見たぞ、これ面白いの見たぞ、じゃあこれ出そう、これ出そうっていうんでは、みんなやっぱ同じようなものになっちゃうのでですね。それもあって僕は、切り抜きやろうと思ってる人はアーカイブ、岡田斗司夫アーカイブに登録した方がいいよって言ったのはそこなんですけど、アーカイブってその喋ったことのテキスト検索ができるから、このネタで喋ってないのかっていう検索ができるのがいいんですけど、あと一つ、裏技ということもないんですけど、質問フォームあるじゃないですか。あそこでバズりそうな質問をするっていうのも手なんですけどね。これなんか岡田斗司夫に言わせたらなんか絶対バズるぞっていうようなことをやるのもですね、手だと思います。じゃあ最後にですね、来月のゼミ予定ですね。6月のゼミ予定はですね、6月1日がですね、6月の限定会場ですね。限定部分まで全部見せますがですね、第218回ですね、シャーデンフロイデの回
をですね、やります。で、6月の6日がですね、シュナの旅ですね。宮崎駿さんのですね、絵物語って言えばいいんですかね。まあね、たった660円で買えるですね、めちゃくちゃ面白い。ジブリのアニメの中にも当たり外れあるじゃないですか。で、そんな外れのアニメよりもですね、絶対こっちの方が面白いし、あと絵物語なんですけど、結構文章量多いんですよ。なので、かなり楽しめると思います。ゲド戦記がですね、ちょっと好きだけど物足りなかったという人には一番いいんじゃないかなと思います。なんかね、後のナウシカとかね、宮崎作品のですね、未来少年コナンとかも含めた全ての原型になっているような、まあ、作品でもあるんですね。シュナの旅です。あとその次はサイコパスの人生相談ですね。6月の13日が。だからこの時に向けてみんなバズりそうな質問すればいいんじゃないかなと思います。あとガンダムコードジャブロンに散るでですね、本当はですね、次でサンデル教授の本をやるはずだったんですけれども、ちょっと6月27日がですね、400回記念なんですね。第400回記念で、まあ7月1日が自分の誕生日なのでですね、誕生日400回記念で、ちょっと、なんか考えてみようと思います。今、全然ね、思いついてないんですけどもですね、63歳のですね、誕生日記念なんでですね、なんかいや思いついてないんですけどね。だからひょっとしたらこの時にはもう諦めてサンデル教授の本やるかもわかんないですけどもですね、6月もますます面白い岡田斗司夫ゼミをよろしくお願いしますということでですね、今日の無料はですね、ここまでです。じゃあ、アンケートお願いします。よいしょ。ちょっとこうか。はいはい。ケーキ食べ比べね。グーニーズやらないのか。グーニーズね、語ることないよ。本当に。本当に。普通に面白いんだけど、普通に面白いだけで、語ることないよな。メルモだったらこんなに語れるのにな。はい、じゃあ結果出してください。はい、ありがとうございます。今日はこんなもんですよね。はい、じゃあですね、限定の告知なんですけど、ガンダム29は大西洋血に染めて、ついに今日終わります。ジャンボラーメンは見に行きません。食べません。ファミコンのグーニーズはやってません。持ってたんだけどね、なんか評判持って聞いてですね、やらなくて済んだんですけどもです。大西洋血に染めていよいよ完結です。で、次回はですね、宮崎駿のシュナの旅ですね。まだAmazon で多分一時的に手に入りにくくなる。この配信で告知した本って必ずAmazon の上の方に上がってくるんでですね、品切れするかもわからないのでですね、シュナの旅ですね。とにかく面白い。660円だから絶対損しないと思うんでですね、早いうちに買っといてください。あとこういうスーツの姿はですね、5月でおしまいでですね、来月6月からはですね、シャツは、襟付きのシャツは着てるんですけども、ネクタイはあんまり締めずにですね、で、ベスト引っ掛けてるだけにしようかなというですね、軽い服装になります。で、7月になったらアロハに着替えようかなというふうに思ってます。スーツに戻るのはですね、10月に入ってからですね。だから、6、7、8、9の4ヶ月はちょっと軽い服装にさせてほしいと思います。それでは、限定の方に切り替えてください。どうもお疲れ様でした。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。